不動産屋さんの怪談です。事故物件が廃墟化し、それが心霊スポットになってしまうことはよくありますが、いつの間にかトンネルが有名な心霊スポットになっていることもありますね。さて、これは福岡市にお住まいの現在60代前半の主婦の方からいただいた、その方が10代の頃に体験したお話です。その方を仮に綾野さんとお呼びします。それは綾野さんが高校2年生の夏の頃だったそうです。休日の午後、友達とぶらぶら時間を過ごしていると、誰ともなく犬鳴トンネルに行こうかという話になりました。今でこそ現地に自称ガイドまでいるくらいの有名な心霊スポットですが、当時綾野さんは犬鳴トンネルがどんな怪奇現象が起きるところかは全く知りませんでした。でも綾野さん以外の他の友達たちは当然知っていたようでした。そこで男子3人女子2人の合計5人でバイク3台に分かれて乗り、夕方出発しました。さて、犬鳴トンネルは当時すでに新旧の2つがあり、最初に新犬鳴トンネルの方に到着しました。時刻は午後5時を過ぎていましたが、夏場でしたのでまだ辺りは明るかったそうです。トンネルの入り口の周りはうっそうとした森で、入り口の中は出口が見えない暗闇で、不気味な雰囲気は確かにありました。そこで入り口付近にバイクを止めて、しばらく5人で暗くなるのを待って、だらだらと何をするわけでもなく話をしていました。そしてその話の中で、よくわからず連れてこられた綾野さんは、初めてこの新旧2つの犬鳴トンネルがどんなトンネルかを知りました。トンネル内でヤンキーの子が仲間に暴行され亡くなった話から、トンネルの出口のミラーに誰もいないはずなのに人が映り込むとか、今5人がいる場所のすぐ隣に電話ボックスがあるのですが、それが突然鳴り出すなどなど数えきれない怪奇現象の話を聞かされました。綾野さんは子供の頃から勘が鋭く、そういった例のいわくつきの場所はできるだけ避けていたそうです。ですから犬鳴トンネルがそんなところだと知っていたら絶対に来なかったので、内心しまった、来てはいけなかったと後悔しました。でももう男子のバイクに乗せられてきていますから、一人で帰ることはできなかったので、仕方なく腹を決めて付き合うことにしました。そしてそんな感じでみんなで日が暮れるまでその場で立ち話を続けていました。しばらくして綾野さんたちは辺りが少し薄暗く感じてきたそうです。そのせいか人気のない心細い雰囲気にだんだん包まれていきました。そんなさなか、突然新トンネルの中からババ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 バと大きなバイクのエンジン音が聞こえてきました。バイクを運転してきた男子たちがはっと疑いの目を合わせて、ああ、ホールインワン、改造バイクだね、などと話していました。そしてトンネルからそのエンジンの轟音がこちらの出口に向かってどんどん大きく聞こえてきました。みんなどんなバイクが現れるのかと出てくるのを待っていました。そして轟音は出口まで届き、さあ現れるかと思うと、突然ピタリと音が鳴りやみ、何も出てきませんでした。あれだけすごい轟音を響かせて向かってきていたのに、直前で急に音が消えたので、みんななんでだと驚きました。引き返したのなら当然エンジン音が聞こえますが、本当にピタッと時空の穴に消えていったかのように、バイクそのものの存在感がなくなっていました。みんなこの不可解な現象に内心気味が悪かったのですが、お互い黙っていました。
その時の周りの空気は一瞬で張り詰めたようになりましたが、みんな怖いせいか話題を変えてまた話し始めました。するとしばらくして今度はトンネルから一台の市営バスが出てきました。そこでみんなの緊張もやっと解けたそうです。そしてその市営バスは綾乃さんたちが立っている場所のちょうど向かい側にあるバス停に止まりました。ただ綾乃さんはそれを見て、なぜか妙にそのバスが気になり、目が離せなくなりました。でも他のみんなはすっかりリラックスして話に夢中で、バスには関心がないようでした。綾乃さんがバスの中を確認すると、ちゃんと運転手はいましたが、乗客は誰も乗っていませんでした。ところが不思議にもバスのドアは開いたままで、まるでずっと誰かの乗り降りを待っているかのようでした。綾乃さんは最初、何してんだろう、時間調整かなと思ったそうです。すると運転手が、足元に気をつけてくださいと誰かに話しかけていました。綾乃さんは、誰もいないのにと困惑し、一体誰に話しかけているのかと思いました。そしてこのバスも運転手も何か不自然でおかしいことに気がつきました。するとまるで誰かが降りたタイミングのように、バスのドアは閉まり、走り去っていきました。綾乃さんはその違和感にみんなが気づいているか確かめようとすると、他のみんなは依然として何も関心がないようで、ずっとぺちゃくちゃと話に夢中になっています。その彼らの様子にも綾乃さんは微妙な違和感を感じました。するといきなりすぐそばの電話ボックスがと鳴り出したのです。綾乃さんもみんなもさすがにこの時はドキッとして一瞬で凍りつきました。電話が鳴り続けると思わず出てしまいたくなるものですが、誰も怖くて出られません。しばらく電話は不気味に鳴り響いていたそうです。やっと鳴り止むと周囲はシーンと異様に静まり返っていました。気がつくと辺りはもうだいぶ日が暮れていました。すると男子の一人が静寂を破って「もう行こう」と言い出しました。そこで綾乃さんたち5人はすぐその場を離れ、帰ると思いきや旧犬鳴トンネルの方に向かったそうです。しばらくして辺りがとっぷりと暮れた頃、やっと綾乃さんたちは旧犬鳴トンネルに到着しました。当時は通行禁止ではなく、3台のバイクは一旦そのトンネルの手前で停止しました。旧トンネルの中は新トンネルよりもはるかに汚れていて、薄暗く陰気で、中は恐ろしいくらい物音一つしませんでした。そしてトンネルの外はなぜか夏なのに虫の鳴き声も風の音さえもしなかったそうです。綾乃さんは緊張しながら男子のバイクの後部座席に乗っていました。今から意を決して5人でこのトンネルの中に入っていくので、絶対目を開けないようにしようと決めました。そしてバイクはエンジンをふかし、トンネルの中に突入していきました。綾乃さんは運転する男子に必死につかまり、早く早くと出口にたどり着くことだけを祈っていました。でも不思議なもので、怖いもの見たさなのか、途中綾乃さんは妙にトンネル内の様子が気になったそうです。そこで思わずそっと薄目を開けてしまいました。すると綾乃さんの目には、走るバイクの真下に
マネキンが見えました。こんなところにマネキンが落ちていたのです。そしてそのマネキンの目がじーっと綾乃さんの目を見ているのが分かったそうです。その瞬間、綾乃さんは全身鳥肌が立ち、やばいと思い、すぐ目を閉じました。そしてずっとつぶったままで出口に到着し、目を開けると出口にあるミラーが見えました。ああ、あれが人が映るというミラーだと綾乃さんはすぐ分かったのですが、通り過ぎる時ミラーには誰も映っていませんでした。ああ、よかったとほっとしましたが、でもその時同時に綾乃さんはあれとおかしなことにすぐ気がつきました。確かにミラーには誰も映っていなかったのですが、それは自分たちも映っていなかったということなのです。角度のせいとか見間違いかもしれないと思い直しましたが、いまだに確信がないそうです。結局トンネル内では不法投棄されたらしいマネキンを見た以外には何も怪奇現象は起きなかったということでした。そしてその後すぐに峠を下ってみんな自宅に戻ったそうです。綾乃さんは犬鳴トンネルに行ったのはこれが最初で最後でした。そしてその時一緒にトンネルに行った友達たちとも綾乃さんはなんとなく気が合わなくなり、その後すぐ別れてしまいました。ところがその後も男子は何度も犬鳴トンネルに行っていたと噂で聞きました。綾乃さんはよせばいいのにとふと嫌な予感がしたそうです。そしてそれからしばらくしてからです。あの時綾乃さんをバイクの後部座席に乗せてくれた男子ともう一人の男子が若くして亡くなってしまいました。一人は事故死でもう一人は病死だったそうです。心霊トンネルに引き寄せられ黄泉の国に連れて行かれたという人もいますが、犬鳴トンネルが原因なのか偶然なのかは今となっては分かりません。でも一つ私が引っかかった点はあのトンネル内で綾乃さんが見たマネキンでした。誰かがいたずらで捨てていった可能性もありますが、走っているバイクからマネキンが見えてまた目があったというのが不可解でなりませんでした。でもご本人に詳しく聞いたところ、マネキンより新トンネルの音だけのバイク、乗客のいないバス、電話ボックスの呼び出し音の方がよっぽど怖かったということでした。ひょっとしたら新犬鳴トンネルも旧犬鳴トンネル並みの怪奇トンネルなのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。